新ニーサなどを活用して、老後資金を増やすことばかり考えていませんか？もちろん、資産を育てることはとても素晴らしいことです。しかし、実は50代から本当に難しくなるのは、増やすことではなく、老後にどう取り崩すかです。今日は少し目線を変えて、将来のお金の使い方についてお話しします。これまで長い間、私たちはとにかく節約し、少しでも貯金を増やし、資産を大きくすることに全力を注いできました。そして目標だった金額に到達。いざ老後を迎えて、そのお金を使おうとした時、多くの人が予期せぬ不安に直面します。自分が苦労して育ててきた資産の残高が、毎月少しずつ減っていくのを見ることの心理的な苦痛です。さらにそこに、株価の大きな下落というニュースが重なったらどうでしょうか。この動画を最後まで見ていただければ、資産を増やすフェーズから、資産を使いながら守るフェーズへと、頭の中を安全に切り替える方法がわかります。せっかく育てた老後資金を、相場の下落時に間違った方法で引き出してしまい、想定よりも早く減ってしまう。そんな悲しい事態を防ぐための、具体的な出口戦略の選択肢をお伝えします。ようこそ、お金と自由の航路へ、船長です。今日お届けするお話は、新ニーサの出口戦略、50代が陥ると利崩しの罠と、老後資金を長持ちさせる選択肢についてです。まず最初に、老後資金を取り崩す際に、私たちが直面する大きな壁についてお話しします。私たちは、毎月決まったお給料をもらい、その中から生活費をやりくりするという、足し算と引き算の生活を何十年も続けてきました。だからこそ、手元にある大きなお金から、毎月定額を引き出していくという考え方に、非常に馴染みがあります。老後は年金が毎月これくらい入ってくるから、足りない10万円分を、新ニーサの口座から毎月定額で引き出して生活しよう。これは非常に計画的で、一見すると正しい戦略のように思えます。実際、毎月定額で引き出す方法は、家計の管理がしやすく、計画が立てやすいというメリットがあります。しかし、投資信託や株式など、価格が変動する資産から、毎月決まった金額を引き出し続けることには、一つだけ、非常に注意しなければならない落とし穴があります。それが、相場下落時に資産の寿命を急激に縮めてしまうリスクです。専門用語で、シーケンスリスクと呼ばれるものです。言葉だけだと難しく聞こえるかもしれませんが、考え方は非常にシンプルです。わかりやすく、リンゴの売買に例えて説明してみましょう。あなたが、老後の資金として、特別なリンゴの木を持っていると想像してみてください。このリンゴの価格は、相場によって毎日変わります。あなたは生活費の足しにするために、毎月1万円分のリンゴを売って、現金にすることに決めました。相場が安定していて、リンゴ1個の値段が1000円の時は、10個のリンゴを売れば1万円になります。相場が好調で、リンゴ1個の値段が2000円に値上がりした時は、たった5個のリンゴを売るだけで、1万円の生活費を作ることができます。この時は、手元にリンゴがたくさん残るので安心です。しかし、相場が大きく下落して、リンゴ1個の値段が500円に下がってしまったらどうでしょうか。同じ1万円分を引き出すためには、今度は20個のリンゴを手放さなければなりません。ここが最大のポイントです。投資信託などの運用資産を、相場が大きく下落している時に毎月定額で売却するということは、価格が安くなっている資産を、より多く手放しているのと同じ状態なのです。相場は、下がった後に回復する局面もありますが、回復までには時間がかかることがあります。しかし、安値の時に大量に口数や株数を売ってしまっていると、いざ相場が回復し始めた時に、手元に残っている資産の量が少なくなっているため、回復の恩恵を十分に受けることが難しくなります。結果として、
相場が良い時に定額を引き出すのに比べて、資産が早く減ってしまう可能性が高まってしまうのです。これが毎月定額で引き出すことの見えにくいリスクです。では、このリスクを避けるためにはどのような選択肢があるのでしょうか。ここで2つの解決策をご提案します。1つ目の解決策は、定額ではなく定率で取り崩すという考え方です。これは毎月10万円を引き出すという金額固定ではなく、毎年年末の資産残高の 4% を引き出すといったように割合を決めて引き出す方法です。この方法の最大のメリットは、相場に合わせた引き出しができることです。例えば2000万円の資産があって 4% を引き出すなら、その年は80万円を受け取ることができます。もし翌年に相場が大きく下落して資産が1500万円に減ってしまった場合、その年の引き出し額は1500万円の 4% である60万円に減ります。もらえる生活費が減ってしまうというデメリットは確かにあります。しかし、相場が下がっている時に売却する資産の量を自動的に抑えることができるため、手元に資産の口数や株数をしっかり残すことができます。その結果、相場が回復した時に資産も一緒に回復しやすく、資産の寿命を保ちやすくする助けになります。ただ、この定率引き出しにも弱点があります。それは、先ほどもお伝えした通り、相場が下落した時に引き出せる金額が減ってしまうことです。定率引き出しは毎年の受け取り額が変わるため、生活費を一定に保ちたい人には使いにくい面もあります。生活費が足りなくなってしまっては、安心して老後を送ることはできません。そこで重要になるのが2つ目の解決策です。それが、運用している資産とは別に生活防衛資金として現金を確保しておく現金クッションという考え方です。前回までの動画でもお伝えしてきましたが、ここでもう一度、現金と運用資産の役割分担が極めて重要になってきます。新NISAは利益が非課税になるという非常に優れた制度であり、老後資金を長期で育てるための有力な選択肢の一つです。しかし、新NISAが万能というわけではありません。運用には価格変動のリスクが伴います。だからこそ、日々の生活費の半年から数年分、あるいは大きな下落が起きた時に数年間は運用資産を売らなくても生活できるだけの現金を銀行預金などの値動きが少なく、すぐに使いやすい形で置いておくのです。この現金がクッションとなって、あなたを下落局面での不安から守ってくれます。具体的なイメージをお話しします。普段は年金と運用資産からの定率引き出しを組み合わせて日々の生活費を賄います。そしてもし〇〇ショックのような大きな相場下落が来てしまった時はどうするか。この時は運用資産からの引き出しを一時的にストップするか、あるいは最小限に抑えます。その代わりにあらかじめ用意しておいた現金クッションを取り崩して生活費に充てるのです。相場が回復するまでの数年間をこの現金で落ち着いて対応することで、価格が大きく下落している運用資産を安値で急いで手放すという避けたい状況を防ぐことができます。相場が落ち着きを取り戻し、資産価格が回復してきたら再び運用資産からの引き出しを再開し、使ってしまった現金クッションを少しずつ補充していく。この繰り返しがインフレから資産を守りつつ、相場の下落というリスクにも対応しやすくなる現実的な出口戦略の一つの形です。それでは今日の重要なお話をまとめます。老後資金を長持ちさせ、安心して取り崩していくためのポイントは以下の4つです。1つ目、老後資金は増やすことだけでなく、どう取り崩すかの出口戦略を考えておくことが重要である。2つ目、相場が下落している時に定額で引き出し続けると、資産を多く手放すことになり、
資産寿命が縮むリスクがあることを知っておく。3つ目、資産残高の一定割合を引き出す手率の引き出しは、相場の下落時に手放す資産を抑え、資産の寿命を保ちやすくなるメリットがある。4つ目、定率引き出しの弱点である下落時の収入源に備えて、数年分の生活費を現金クッションとして用意し、役割分担を明確にすること。いかがだったでしょうか。資産運用において、増やすフェーズと使うフェーズでは、心構えが全く異なります。これまでは、少しでも無駄を省き、将来のために資産を積み上げてきたと思います。その姿勢は本当に素晴らしく、だからこそ今の安心があるはずです。しかし、リタイアが見えてきた50代後半から60代にかけては、その積み上げた資産をどうやって上手に使っていくかという思考への切り替えが必要になります。自分たちの生活費は毎月いくら必要なのか、年金はいくらもらえるのか、不足する分を補うために現金クッションはいくら用意しておけば安心できるのか、これらはご家庭の状況やどれくらいのリスクを受け入れられるかによって一人一人最適な答えが異なります。焦って全ての資産を運用に回す必要はありませんし、逆に全てを現金で持ち続けるのもインフレの時代にはリスクがあります。今日お話しした現金と運用資産のバランス、そして引き出し方の仕組みを知っていれば、少しずつ取り崩してご自身の人生を豊かにするための経験や家族との思い出作りに使っていくことに前向きになれるはずです。今日のお話を聞いて、年金定期便でもらえる額をもう一度確認してみます。現金クッションの額を家族と相談して決めます。増やすだけでなく使い方も考えてみます。そう思えた方はぜひコメント欄で、皆さんの今の心境や、老後にどんな風にお金を使っていきたいかなど、前向きな目標を教えてください。皆さんの声が、同じように老後への準備を進める仲間の大きな力になり、私の動画作りの一番の原動力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や家族の幸せを守る、一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援があるからこそ、私はこの公開を続けることができます。決して焦らず、正しい知識で資産の出口を整え、あなたの大切な資産と、これからの豊かな時間を守っていきましょう。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。